楽の底で待つ。どうしてちょろまかしてきた好のかな。可愛，他们だってこれ几个お母さんが私に書いた手紙だもん。私のだもん。それで本気で行く気か。うん。だから協力してほしいの。お母さんが待ってるの。監視基地から先はどうするつもり？お母さんの待つアビスの底を目指すよ。そっから先のルートは。どうしたのナット？俺は反対だ。アビスの底。太危险了。お前軽々しく言うけどな。行ったら二度と戻ってこれないんだぞ。尤其因为那个诅咒。私は白笛を目指してるの。そんなの覚悟は哦，でき立てるの。刻。いや、リコは分かってね。もう二度とここのみんなとも会えなくなるんだぞ。そうだよ。おばさまのところに遊びに行ったり、リーダーに教えてもらったり、俺たちと遊んだりできなくなるんだぞ。そうだよ。だから分かってるって言ってんじゃん。他是下定了决心的。何泣いてんだよ。あんただって泣いてんじゃない。明明都很珍视彼此的，他もう休もう们。よ。明日はレグの初めての探掘だし。了解した。奈落の底で。到底是他妈妈在等待，还是说深渊在等待？但是他跟奈特真的好可爱，就是最开始也是他也是豁出性命去救奈特，他们明明都很想就是一直待在彼此身边，一直做朋友。深渊之底的陷阱。他妈妈的背影。哦，明知是诅咒，心跳也愈发真实。大王かぶりと呼ぶことにする。七層を間近にしたところで遭遇。人型の影。真的还有人。不明。先ほどから哦，就是私を観察している。バカめ。お前も。哦，在凝视的同时，也在被凝视。人の子供くらい。慣れ果てとは違う空気を感じるが。ひょっとして人ではないのか。そもそもどこから来たのだ。わからん。だが答えは近づいている。应该不止一个。レグ。二とは年がたい。待てよ。他也想收集遗物吗？留着。おめえ裸釣りにされっぞ。ガラクタでも外国には高く売れるんだよ。見習いはつれえよな。これ、その奥にもなんかあるぜ。ナットすごいぞ。次々とふわふわなものが。だろ。まあ俺に任せておけって。まだあるぞ。啊！啊！好的，马上抱住。あれは。都是在祈祷。2000年前の遺骨なんだとよ。みんなこのポーズなんだぜ。好绝望啊！しかしお前ロボなのにすげえビビるのな。そういやさ、こんな噂聞いたことある？怎么突然有点那个名侦探柯南？子供たちがな、その誕生日に次々と死んでいくんだ。原因は様々だけど、みんな決まって誕生日に死ぬんだ。もう西区だけで8人目だってよ。噂じゃ誕生日の朝鏡を見ると首のねじれた自分が映るんだ。それを見てしまったらそういうことは信じない。ロボが汗だってビビった。好可愛。けど僕にも信じたいことはある。
奈落の底に答えがあ找る到自という己。やつだ。これら異物の正体やアビスの呪いの原因、ひょっとしたら僕が作られた意味やここに来た理由も、それら全部がアビスの底にたどり着ければ見つかるんじゃないか、そんな気がしてるんだ。なんだよリコもお前もどうかしてんぞ。昨日も言ったけど俺は反対だからな。だってまだ赤笛だし、まだ12歳だぞ。もっと君を。とにかく俺は反対だ。あそこだ。初めての探掘でも僕の記憶は戻らなかった。そうなると手がかりはやはり。レグ待ってって。マト、レグどうした？アビスの呪いだよ。只是去浅的地方也还是会，お前本当に平気なのな。因为雷格他们这个种族这个机器人都能在7层底下最底下生活，肯定是没事儿。もう大丈夫だ。对于这个诅咒，なんともない。やはり僕はロボットという。可能他们有什么抗体。ならあの人影も。オーバードとシギーは言ってたが、僕も異物なのか。なぜ僕はここに来た？なぜあの人影はここに来ない？奈落の底から来た。そこに何があるというのだ。知りたい。僕は一体何者なのだ。それで出発奈特不想理他们了。出発は明日の夜明け前にする。もう荷物もまとめてあるの。ずいぶん早いんだね。でも一体どうやってアビスに潜り込むつもり？いつも見張りがいるのに。それは僕が腕を真的要用到他的手臂。リコ、奈落の底まで僕も一緒に行く。レてっきり君は止めてくれる側かと。どうせリコにそそのかされていく気になったんだろ。リコはついてきてくれとは一言も言ってない。僕が決めた。自分が何者なのか知るために行きたいんだ。グ、ありがとう。私なかなか言い出せなくて、お母さんに会いに行くのに。哦，立刻，所以他这么的，他工作的时候也心不在焉。君じゃないか。僕は一度アビスを登りきってるんだろ。記憶は戻らなくてもこの頑丈な体がある。奈落の底まで君を守ろう。しょうがないな。すまない。君たちと離れるのも寂しいが、好奇心には人的好奇是不会终止了。リコは止めても一人で行くかもだったしね。ところでレグ、君は奈落の底に行くまで何があるのか分かってるのかい？やたら危険な生き物がいるのは知っている。あとは異物とか。ひょっとしてその腕を伸ばして少しずつ降りていけばいずれそこにたどり着くはずとか、そんな風に思ってる？障害はあるだろう。他是只能40米，那就一点一点。甘すぎると言わざるを得ない。アビスは君の予想が及ばないほど危険に満ち溢れたところなんだ。それはなんだ？最新の奈落見取り図だよ。すごいシギ、勝手に持ってきちゃったの？リコが哦，他的朋友都很挺他的。院長室に忍び込むぐらいわけないよ。これがアビス。真的就是一个生态了，每一层都是不同的生态。1350メートルまでが深海一層、アビスの淵。生き物も環境もそんなに変わらないけど、餌を取りに来る2層のもいるから油断は禁物だよ。ここからは深海2層、誘いの森。上昇負荷も急にきつくなるそうだよ。ここまで赤笛が降りればもう追っ手がかからない。行くことも戻ることもすごく難しくなるから自殺扱いになるんだ。
森はそのままネズミ返しになって逆さ森に入るよ。気流はすごく不安定だし、哇，真的都是这样朝下了。気をつけて。深海酸素、大断層。立ちはだかるのは4000メートルを超える垂直の崖。深海4層。行けるのは黒笛以上だけ。深度は約7000メートル。ここは巨人の杯と呼ばれている。深海5層。亡骸の海。白笛だけの世界で、ここから戻ってきた人は数えるほどしかいないよ。深海6層。帰らずの都。白笛が就是他降りることはラストダイブ他妈妈就去过这儿。二度と帰ってこられないから。白笛以外が6層より下に行ったことってあるのかい？あったかもしれないね。でも、白笛以外でアビスから情報を飛ばしても、それはただの噂止まりなんだ。アビスの呪いで錯乱したり、正気を失っている可能性があるから。だけど、白笛の声が届いたら、それは事実になる。白笛の声はアビスの声。たとえ命はなくなっても、白笛はアビスの声として蘇って、みんなを導くんだ。やっぱりあの手紙は本当なんだよ。なあリコ、その気になってるとこ悪いけどよ。何言われても私行きますよ。お母さんが待ってるんだもん。お前話聞いてなかったのか？あんなとこで10年も生きられると思ってんのか？何よ。別れよ。なんで笛が上がったんだよ。お前の母ちゃんとっくに死んでるんだよ。あ、いや、よしよし。哦，别再要都出发了，还闹矛盾呀！荷物と着替え、下ろしたぞ。ありがとう。これなら誰だかわからないかな。多分ね。ところで、ナットは？ナットはね、多分今は。あんなやつ知らない。ナットも心配で言い過ぎちゃったんだよ。ふーんだ。リコ、二度と会えないかもしれないんだよ。别这样。こんな喧嘩したままでいいのか？僕は嫌だな。私だって嫌だよ。でもあいつ行くの反対するし、ひどいこと言うし。ねえレグ、どうしたらいい？リコはナットが謝ったら許してあげるかい？でもあいつ意地っ張りだし。大丈夫。ナットも悔やんでいた。本本当だ。さあ二人とも、そろそろ出ないと時間がないよ。目立たないよう10分ごとに1人ずつでよ。いいね。这可能真的是一个不归路了。シギーもやるかい？僕は自分で降りるよ。シギーすまない。他有帮助他们和好吗？先に出てくれ。いいけど、くれぐれもリーダーにだけは見つからないでよ。分かってる。啊，怎么这么暖心啊，小雷哥。いない。リコたちのところか。キウイ、キウイ。何？お別れを言いに来た。具合が悪いのか？そういえば最近ずっと眠そうだったな。あさってOh 誕 no！生日。そうか。お祝いまでに良くなるといいな。大きくなれよ。キウイ、誕生日の朝は鏡を見てはいけない。なんで？なんでも。相信了。またね。さよなら。哦，時間が取られた。急がねば。
この部屋には便所はないぞ。寝ぼけてしまった。リーダーこそこんな真夜中に。仲間の見回りだ。お前たちが寝静まった後、毎日やっている。リコを知らないか？部屋にいないようだが。リコはうんこをしに行った。こんな夜中にか？腹を下していた。また拾い食いか。まったくあいつは。お前も便所に行くのだろう。ついていてやる。啊，了解した。好好跟着他，leader 会不会已经知道了？他可能料到了。来た。遅くなってすまない。シギ、これから岸壁街に行くんだよね。いつもの奈落門はずっと見張りがいるからね。スラムの岸壁街にいい場所があるらしいんだ。らしい？僕らは岸壁街に入ったことないから助っ人を呼んでおいた。今日はよろしく。この人纳特，ナット、何してんの？他不好意思。啊，ごめん、悪かったな昨日は。哦，なあ、俺あんなひどいこと言ったのに。いいの、仲直りしたいの。今日でお別れだから。お前岸壁街の道わかんねえだろ。ついてこい。ねえナット、行くの賛成してくれたから手伝ってくれるんだよね。反対だよ。反対なの？よかったぞナット、遅れて。これでリコも僕も心置きなく手紙が出せる。バーカ、一層二層ならともかくお前らの行くとこから電報線は届かねえぞ。そうなのか？たとえ白笛でも深部から地上に電報線が届く確率はものすごく低いんだ。大丈夫、すごいいっぱい送るから。きっとお母さんもそうしたと思うんだよね。奈落の底で待つってこれやけに走り書きだし、封書と分けたのかも。对，这感觉像是被裁掉了，会不会被那些上层的人之类的已经修改过了？まともな妄想だなと。ひどい。ここもオースなのか？岸壁街はね、盗掘してた人たちが作った場所なんだ。建て増しを繰り返した町の半分はアビスに食い込んじゃってるんだ。这也太危险了。し、声がでかいから。あとあんまキョロキョロすんな。ナットはここ来たことあるの？俺ここで生まれたんだ。そうなの？ずっとクズ拾いしてた。姉ちゃんが死んで身寄りがなくなって、それで孤児院に拾われたんだ。僕が孤児院に入るときリーダーに話したやつだ。ここのガキはみんなあの奈落門見ちゃ探掘家に憧れて。俺は運よく拾われたけど、そうじゃなきゃみんなゴミの毒で病気になるか死んじまうかだ。俺リーダーみたいに月笛になったらここに孤児院作りたくてさ。なんとならできる。哦，私と同じくらい探掘うまいし元気だし。もうちょっとマシな評価くれねえか。なんだよ、もうついちまった。やはりこいつはしっくりくるな。笛はどこに置いたっけ？なんだこれ。是不是 leader 给他们的？これは可能性はあると思うんだ。君にはオーバードがついてるし、電報線が届いたら僕は信じるからね。じゃあ全部にお土産つけるね。頼んだよ。いつまでも待っているからね。リコ、ナット、すごいよナット。こんなにスルッといけるなんてびっくりだよ。ありがとねナット。リ
リコ、あれ俺ちくしょう、いっぱいいっぱい考えたのに。大丈夫。二度と会えなくてもアビスで繋がってるから。上にいても呪われた奈落の彼方にいても私たちアビスと繋がってるの。ここで生きたことも忘れたりしないから。だから大丈夫。何よ。また始まったな。始まっていたのです。やべえ、住人が起きた。レグ急いで。後でいいか。本当に手紙書けよ。俺が取ってやるからな。気をつけてね。すぐ戻ってきてもいいんだから。リコのこと頼んだぞ。了解した。君らも達者でな。二人ともありがとう。いい知らせを待っていたまえ。それじゃあ行ってきます。闇すらも及ばぬ深淵へとその身を捧げ挑む者たちにアビスは全てを与えるという。生きて死ぬ呪いと祝福のその全てを。旅路の果てに何を選び取り終わるのか決められるのは奈落の意志かそれに挑む者だけである。真的太喜欢这一集了，真的让我心中也充满了不舍吧。我也很高兴，就是纳特他最后还是主动去解开了他们俩的这个矛盾，没有让他们俩在最后可能是最后一面这个时候还是这样留有着一些矛盾。希望最后就是旁白他的这一段话了，他更加的道明了就是这个深渊的恐怖吧。真的感觉悲剧就近在眼前了。深渊可以给你想要的这一切吧，生和死，还有祝福和诅咒，你可能会在这其中找到你想要的答案，或者说你想要的财宝之类的。但这一定是付出代价的，是什么样的代价？这也是深渊的意志。你用什么样的姿态、什么样的方式去迎接自己的死亡？有可能就像他们挖到那些尸骸一样，很多就是最终都还是在做祈祷，不知道他们会不会死于这种后悔呢？这集前面介绍到的这个阿比斯，它的整个生态观、整个这个构造，我觉得真的太有意思了。真的有点让我想到了看迷宫饭的那种感觉吧。我觉得是时候也应该拿出我的小本本记一下了。这个说到第二层，它可能会有生物到第一层来去捕食，我就想到第一集的时候会不会那样，那个巨大的飞龙它就是上来捕食之类的，虽然可能出现的概率比较小吧。然后到了第二层就已经到了一个进退两难的这么一个地方了，它叫做诱惑之森。那它的诱惑可能是指可能会产生一些幻觉吗？如果这样的生态都已经能让你分不清真实、现实和虚拟了，这也太恐怖了吧。那真的就是像自杀一样，去到那里都已经不知道会不会已经迷失了自己就是初衷之类的。到了这个第三层逆之森，应该就是上一集那个大叔叔他就是已经到过这个地方了，看着是很酷，但肯定很危险。但是不过那些飞龙应该雷格他的那个大炮火炮应该是有效果的。越到下面就已经是这个海洋了，也比较合理吧。本来他们这个地界周围也都是海嘛，但是在海的下面居然是一个不归之都，它像是一个已经是有一个文明了。这么深处的地方居然能有一个像城市一样，虽然它叫不归之都很恐怖吧，应该有人能够生存的这么一个地方。那可能像是雷格就是还有 Liza 他妈妈发现的那种机器人，他们就是在这里，可能是他们居民之类的。像到了这么底层应该就很难真的就回不来了，上不去了，因为这个诅咒。那他们就直接干脆在底下就是这样生活了。而就是反复也有强调，就是很多可能从深渊里阿比斯这样传上来的东西声音什么的不一定是真实的，就我觉得他可能深处真的会有一些可能会迷幻就是这些探险者的，不管是生物也好或者说生态。
我很喜欢他们的一个概念是，白少他会复苏为就是阿比斯的声音，即使失去了生命，这些声音都还是真实的，就像他们真实存在过一样。我觉得也很像就是在大自然或者说是在很险峻的一些地界探险的一些探险者，或者往大了说更像一种开拓者吧，就是那些先驱，他们可能壮烈的牺牲了，但是他们留下了给后人的一些指引，可能是一座比如说险峻的山的地标之类的，就是每一个人他们的牺牲其实都是有在鼓舞着后人他们的继续的前行。但是我觉得现在就也很担心，就是拉在他船上的这个信件的这个真实性吧，可能会不会有一些已经被改动，或者说是就是截取掉了的部分。毕竟他们是要先侦查去检查他们的这个信件，才能交给立可嘛。好选就是立可最后说，我们都是被这个深渊所联系着、连接着。真的就是不管是那些曾经的遗物，还是已经下去的探险者，还是已经死去的探险者，其实大家所有的这些意志可能都是在某一处是凝结在一起的吧。已经丧生的这些探险者也是有着这个意念的传递给到后面的人吧。最后塞进雷格他包里那东西，不知道是不是就是 leader 给他的，就感觉 leader 应该都看出来了，立刻早就想往下跑。不管是之前立刻工作室的心不在焉，还是对雷格的那一句跟着他，我觉得 leader 他应该是很能理解立刻那个心情的，就包括他也就是跟立刻讲了 Liza 的故事，他应该是非常能理解立刻这个心情，想要赶紧去到深渊底下寻找他的答案和他的母亲。我好喜欢立刻跟奈特他们这些小伙伴之间的这个羁绊，真的就是这下很难应该再见到面了吧。但是就像立可说的，他不会忘记他曾经在这里生活过。那这期视频要结束了，我们下期再见，拜拜。